あなたは内田理子に8100万円を払います。2024年4月、北海道旭川市の橋の上で、一人の女子高校生が暗闇に消えました。被害者は17歳、橋の上から転落し、その後死亡が確認されました。逮捕されたのは、当時21歳の内田理子被告です。そして2025年6月22日、旭川地方裁判所は判決を言い渡しました。懲役27年。法廷での内田被告の態度は、被害者遺族側の弁護士から不適されていると指摘されたと報道されています。この判決を受け、SNS にこんな投稿が広まりました。刑務所の運用コスト、1人当たり年間300万円として、内田被告は8100万円。税金の無駄遣いだ。ふざけるなその通りだと、コメントが殺到しました。そしてこの投稿に対し、専門家がこう反論しました。コストは時代とともに変化している。作業収入もある。一概には言えない。これを読んで、私は少し気になりました。この反論になっているでしょうか。今日はこの問いを数字を使って丁寧に分解してみます。解体。まず年間300万円という数字の正体から確認しましょう。実はこの数字、同じ刑務所コストでも計算の定義が2つあります。1つは受刑者の生活に直接かかる費用です。法務省が毎年公表している犯罪白書によると、令和6年度の刑事施設における被収容者1人1日あたりの収容に直接必要な費用は2335円とされています。1日2335円、365日でかけると年間でおよそ85万円です。もう一つが SNS で話題になった300万円に近い数字です。これは法務省強制監所の予算総額を収容者の頭数で割って計算したものです。平成22年度の試算では強制監所の予算は約2300億円、収容者は約7万5000人。割り算をすると1人当たり年間約300万円という数字が出てきます。このフルコストには何が含まれているか。刑務官や医療職員の人件費、施設の減価償却費、光熱費、医療費、更生プログラムの費用、つまり300万円という数字は受刑者を食わせるコストではなく、刑務所という国家機関を動かすコスト全体を収容者の頭数で割ったものです。どちらが正しいかではありません。目的によって使い分ける数字です。ただ、この2つの数字の違いを理解しないまま議論すると話が噛み合わなくなります。変化。では専門家の反論に戻りましょう。専門家はコストは時代とともに変化していると述べました。この発言の暗黙の含みは何だったでしょうか。おそらく300万円という数字は古いかもしれない。現在はもっと低い可能性があるという意味合いだったと思います。では実際にコストはどの方向に変化しているのでしょうか。先ほどの直接費の数字を時系列で見てみます。令和2年度、1人1日あたりの直接費は2054円でした。令和6年度は2335円です。4年間でおよそ 13.7% 上昇しています。さらに重要な点があります。収容者数は10年間で約 30% 減少しています。受刑者の数は減っているのに、施設や職員の維持費は大きく削減できません。固定費の性格が強いからです。つまりフルコストは300万円より低くなっているどころか、高くなっている可能性の方が高い。変化したという言葉は正しい。まあ、そりゃそうでしょう。時間が経てば変化します。でも変化の方向は、投稿への批判を鎮める方向とは逆だったことを客観的な事実は示唆しています。つまり、当たり前のことを抽象的に言っているだけで、何も言っていないに等しいのです。これが違和感の正体その1です。収入。次に、作業収入もあるという主張を確認しましょう。これも事実です。刑務所では受刑者が刑務作業を行います。洋裁、木工、印刷、食品加工など、様々な作業があります。キャピックという名称で製品が販売されており、民間企業からの委託作業もあります。これらの収益は全額、国庫に入ります。ですから収入があるは正しい。ただ、重要なのは規模感です。受刑者が受け取る作業報奨金の平均は、平成7年度のデータで月4556円でした。この金額は受刑者への報奨金であり、刑務作業の売上全額ではありません。作業全体の収益規模については詳細な公表データが限られていますが、強制予算の総額と比較したとき、大きな相殺効果をもたらしている規模には至っていないと見られています。収入もある。だから一概には言えない。これも正しい文章です。しかし、結局これも何も言っていないのと同じです。収入がある。そりゃそうでしょう。一概に言えない。まあ確かにね。で、いくらあるの？どう違うの？何にも答えていません。ただ、数字を示さずに収入もあると述べるだけでは、論理的な反論としては力が不十分なのです。金額を持ってこなかったことが、反論を反論として機能させなかった理由です。これが違和感の正体その2でした。本質、ここまで整理すると、少し見えてきたことがあります。税金の無駄遣いという批判も、一概には言えないという用語も、共に本質的な問いを避けているという点で、実は似た構造をしています。本質的な問いとは何か。社会は、なぜこのコストを払うのでしょうか。刑務所コストには大きく3つの機能があります。まず応報です。司法的な正義を実現すること、犯した罪に対して社会が応答するという機能です。次に隔離です。危険な人物を社会から切り離し、被害の拡大を防ぐ機能です。そして3つ目が更生です。
再び罪を犯さないよう指導支援することで将来の被害者を生まないという機能です。2025年6月に施行された拘禁刑はこの構成の部分を正面から制度化したものです。懲役刑では刑務作業が義務でしたが、拘禁刑では受刑者の特性に応じて作業と指導を組み合わせる仕組みになりました。税理士として言うなら、これは費用対効果の問題でもあります。再犯が起きればまた被害者が生まれます。捜査費用、裁判費用、被害者への支援コスト、それらを合計した時、更生プログラムへの投資と比べてどちらが社会にとって高くつくか、その問いに正面から向き合うことが感情論でも用語論でもない冷静な視点だと思います。実額、ここまでで変化したと収入もあるが不十分だったと説明しました。では実際に今の数字はどうなっているのか、まとめて確認しましょう。まず変化したのフルコストから見ていきます。平成22年度、強制監視の予算は約2300億円。収容者は約7万5000人でした。割り算すると1人当たり年間約300万円。これが元の計算です。では今の収容者数はどうなったか。法務省の強制統計によると、刑事施設の収容者数は10年間で約 30% 減少し、現在はおよそ5万5000人前後の水準にあります。一方で、施設の維持費や人件費はそう簡単には減りません。さらに受刑者の高齢化が進んでいます。2021年時点で、全受刑者に占める60歳以上の割合は 21.1% まで上昇しています。2012年の 17.6% から9年間で 3.5 ポイント増えました。高齢受刑者が増えると、医療費と介護対応の負担が増えます。収容者数が減っても、1人当たりのコストは上がる。仮に予算規模が同水準で維持されていれば、収容者数が約3割減った分だけ、1人当たりフルコストは上昇します。300万円が変化したのは間違いない。ただし、上昇方向です。次に収入もあるの実額を確認します。法務省の公式ページに刑務作業の収入が掲載されています。令和4年度の刑務所作業収入は約21億円でした。矯正局の予算規模は約2300億円。21億円を2300億円で割ると約 0.9% です。しかもこの作業収入自体も減少しています。2020年度は約28億円ありました。令和4年度には21億円まで下がっています。確認できましたでしょうか。収入もある。ただし、それはフルコスト全体の約 1% 未満であり、さらに減り続けている。数字を並べれば、一概には言えないという言葉が反論として機能しなかった理由が、はっきりと見えてきます。いかがでしたか。数字で考えると、見えてくるものがあります。専門家が嘘をついたわけではありません。変化したの収入もあるも、どちらも正しい事実です。ただ、数字の方向性と規模感を示さなかったことで、論理が弱くなってしまいました。このチャンネルでは、税金やお金に関わる問いを、こういった視点で考え続けていきます。もし気になった方は、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。